や皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。四国メタンだ。今回もゲーム制作の進捗を報告していくのだ。開発者の実況はないのか。収録が深夜になってご近所様にクソ迷惑なので、今回は我々が実況するのだ。うわ、思ったよりリアルな事情だ。ミニマップ作成の自動化。さて、今回話すのはミニマップの自動化についてなのだ。ほう。まず自動化とは何かを説明していくのだ。自動化とは大雑把に言うと、ボタンをポチッと押したら勝手に必要なデータが出来上がるシステムのことを指すのだ。自動で出来上がるのか。夢のようだな。そうなのだ。昨今のゲーム開発はジャンルにもよるけど規模が大きくなりすぎて、そういった規模が大きいゲームは自動化作業は必須なのだ。開発費高騰という言葉もよく聞くしな。もし自動化できたらそのあたりが浮きそうなのも良い点だな。ミニマップは今まで手作業で作っていたけど、マップが増えるたびにやっていたら精神崩壊するので、自動化して楽をしようという考えなのだ。俗に言う、これが一番早いと思いますシリーズなのだ。それって大体土着速労するパターンでは。脳書きはこれくらいにしておいて、実際に出来上がったものを見ていただきましょう。こいつを見てくれ。どう思う？すごくできています。でもなんか雑だな。そのあたりは後から直せばいいやというウプ主の悪い癖が出ているのだ。とはいえ基礎はできたと言える。次からはアンリアルエンジンでどうやったら自動化が作れるかを話すのだ。自動化でやること一覧。今表示されている画像は今回の自動化でやる作業の一覧なのだ。お、ブレンダーも使うんだな。メッシュデータの調整に使うのだ。アンリアルエンジンと行き来するのは大変そうだな。実はそこは一番厄介な部分なのだ。その部分も後で解説するのだ。まずは自動化の大部分を占めるアンリアルエンジンのシステムについて説明するのだ。アンリアルエンジンには自動化システムというものがあるのだ。自動化システムは公式ドキュメントに説明が書いてあるので、そちらを見ることを推奨するのだ。この場では説明しないのか。これを全て見るのはなかなか大変そうだな。そんなあなたにはこの解説サイトがおすすめなのだ。少ないコード量で簡単に自動化システムが体験できるのだ。先にこっちを教えてくれよ。まあ公式ドキュメントを読んでおいた方が理解が深まるのは間違いないので。あと気になったのはブループリントではなくシープラか。そうなのだ。ブループリントでもできるんだけど、今回はシープラが必須だったのでそちらで対応しているのだ。ブループリントでもできればいいのにね。機能をシープラからブループリント側に書き出せばそれもできると思うのだ。ただそれも結構手間ではあるんだけど、話がそれてきたから戻すのだ。次は自動化システムを起動してブレンダーに渡るまでの手順を説明するのだ。アンリアルエンジンからブレンダーに渡るまで。さて、ミニマップの自動化で一番初めにやるべきこと、それはゲーム中の背景データを 3D データとして書き出すことなのだ。ほほい、ゲーム中のデータをそのまま使うということか。ミニマップは背景の情報だけだから色々と都合が良さそうだな。そうなのだ。ただそのままのデータじゃダメなのだ。ミニマップ用にカスタマイズする必要はあるのだ。それはなぜなんだ。ゲーム中のデータは非常にポリゴン数が多く、内容として豪華すぎるのだ。なのでこのデータをもっと軽いものにしていくのだ。他にはミニマップには表示したくないデータだってあるだろう。そのようなものを省く仕込みも必要となる。あとは絵作り。ミニマップで必要なのは簡素な絵。マテリアルも元データから変えたり統合したりする必要があるのだ。さらにデータによってはメッシュデータを結合したい時もある。対応項目が多いな。これは思ったより大変そうだ。そうだろう。こんなの手作業でやってたら精神崩壊。オーケー。まあ落ち着け。と理論や設計はこんな感じ。ここからは技術的な話をするのだ。3D データを書き出す際には FBX を使用する。もっと平たく言うとアンリアルエンジンには選択したオブジェクトを書き出すという機能がある。これを使えば選択したオブジェクトが FBX で書き出される。なんだ、儲かったじゃないか。第3部完。でも残念なことにこの機能はオブジェクトしか書き出してくれないのだ。例えばオブジェクトに属性なんかをつけてもそれらを書き出してくれない。本当にピュアなデータしか書き出されないのだ。話が見えないんだが、
もう少しわかりやすく言ってくれないか。少し前にマテリアルを元データから変えたり、メッシュデータを結合したいって話しただろう。した。そういった情報を FBX 側に持たせたいけど持たせられないって話なのだ。なるほどな。となると FBX だけではやりたいことができないのか。そういうことなのだ。FBX 以外にもデータを書き出す必要がある。面倒だな。次から次へと必要なものが出てくるじゃないか。ゲーム開発なんてそんなものなのだ。基本的にめんどくさいの連発なのだ。というわけで追加のデータとして JSON を使用することにしたのだ。JSON、ゲーム開発ではよく聞くな。簡単なデータ構造と言われているが、ウプ主がシープラコード見たら発狂してたのだ。草。あいつの脳みそには何かを詰め込む余裕はもうないのだ。追加データを作るのはいいとして、そのデータはどこに仕込まれているんだ。アクターにそういったものを入れ込めるところはなくないか。それはアクターにコンポーネントを追加して対応しているのだ。レベルに配置されているアクターは詳細パネルにアッドコンポーネントがあるじゃろう。これを使って自前のコンポーネントをつけるのだ。これだったらどのアクターにもデータを入れることができる。これなら独自データが追加できそうだな。しかし毎回手作業でアッドコンポーネントは手間だな。そこはエディターユーティリティウィジェットを使うのだ。というわけで今から実演なのだ。動画を見てほしい。この周辺一帯にはすでにミニマップのデータが埋め込まれている。まずはミニマップに必要なデータだけを表示するのだ。それ。ほう、簡素になったな。これがミニマップで描画するデータなのだ。ここを見てほしい。エディターユーティリティウィジェットにミニマップに表示するって項目がある。あるな。このチェックを外した状態で適用ボタンを押すとアクターにその情報が付与されるのだ。つまりミニマップ上でも非表示になるってこと？そういうことなのだ。このエディターユーティリティウィジェットには他の情報もあるのが見てわかると思う。例えばオブジェクトタイプ。これはその名の通りオブジェクトの種類を設定する項目で、これをウォーターにすれば水オブジェクトとなる。水オブジェクトになるとどうなるんだ？ミニマップのマテリアルが水になるだけなのだ。こんな感じでアクターにデータを仕込んでいく。そして全部で揃ったら自動テストで FBX と JSON を書き出すのだ。書き出した後はブレンダーを起動してブレンダー内で処理していくのだ。ついにブレンダーに行けるのか。長かったな。ブレンダーでやるべきこと。さて、やっとのことでのブレンダーだが、アンリアルエンジンとはどうやって連携するんだ？まずブレンダーの仕様を知ることが重要なのだ。ブレンダーは Python を使えるということは知っているか？知ってる。ブレンダー内にあるコマンドの大半は Python で操作可能だよな。頑張れば Python を使ってモデルデータを編集することもできる。そうなのだ。そしてブレンダーはコマンドラインから起動して Python を実行することができるのだ。ちょっと待て。コマンドラインってバッチとかでよく使うあれだよな。はい。となるとコマンドラインから Python を使ったモデリングができる。正解なのだ。ブレンダーは至れり尽くせりで素晴らしいツールなのだ。ここまで分かったら、あとはアンリアルエンジンからブレンダーをコマンドライン起動してやればいいだけなのだ。本当に何でもできるな。この辺りを連携させるのに C プラを使ってるのだ。渡すパラメータは FBX や JSON の場所、あとはアウトプットフォルダの指定とかなのだ。で、上の映像は自動テストで吐き出したピュアなモデルデータなのだ。さっきアンリアルエンジンで見たモデルがちゃんとブレンダーにも出てるな。ポリゴン数を見てくれ。凄まじいポリゴン数だろう。表示物削ってるのにこんなにもあるのか。逆に言えばこれだけのものをゲーム内で表示しているのだ。ゲームってすごいのだ。さて、ここからは上の画像のことをやっていくのだ。デシメート、ポリゴン数削減、ブーリアン差分、不要ポリゴンの削除、ブーリアン合成、オブジェクトのマージ、マテリアルの変更。大体がさっき言ってたやつか。というわけで簡単に解説していこう。デシメート、これはブレンダーのモディファイア名。ポリゴン数を指定のパーセントまで削減してくれる。シルエットもそれなりに綺麗なのだ。どれくらいポリゴン数を減らすかは JSON に記載されているんだったよな。イエス。アンリアルエンジンから FBX で書き出す際にアクターの固有名は取れるので、それをキーにデシメートの値も決定しているのだ。次、ブーリアン差分。ブーリアン差分はオブジェクト同士が重なっている部分を削除する機能なのだ。それって
やる意味あるのか。この画像を見てもらったらわかるけど、実際のゲームデータだと壁の向こう側にもポリゴンが存在してたりするのだ。これは予想外だ。このデータはユーザーからは悪さをしない限りは見えないものだけど、ミニマップからでは簡単に見える可能性がある。それを見せないようにポリゴンを削るのか。その通りなのだ。一つ思ったのだが、ゲームデータもちゃんと見えない部分のポリゴンを削減するべきではないか。それはその通りなのな。この辺りはアンリアルエンジンの便宜機能に助けられてて、おさなりだったりするのだ。まあ、期待はしている。ウープ主の心が破壊されるのだ。次、ブーリアン合成に行くのだ。これはさっきと何が違うんだ。ブーリアン合成はオブジェクト同士のマージなのだ。でもマージする際に重なった部分のポリゴンは削除してくれるのだ。ほう、それは便利だな。でもがっつり重なってないと逆にポリゴン数が増えるケースもあったりして、どういうオブジェクトの配置をしているか事前に把握しておく必要があるのだ。開発者だと大まかな配置は頭に入っているから、そのあたりは大丈夫ということか。イグザクトリー、その通りでございます。デシメートの話に戻るけど、ブーリアン合成をかけた状態でデシメートをかけると、シルエットがさらに綺麗になる可能性がある。上の画像がその最もたる例なのだ。おう、だいぶ違うな。個々にデシメートをかけると個々のシルエットで判断して削減されるけど、合成した後だとそれが一つのシルエットになるから、シルエットを保持しながらポリゴン数の削減ができるのだ。何気に重要だな、これ。最後にマテリアルの変更。これはメッシュのマテリアルを変更するだけなのだ。その名の通りだな。JSON にオブジェクトタイプが記載されているので、それに沿ったマテリアルが割り当てられるのだ。ここまで紹介してきた処理を Python で実行して、最後に FBX で書き出せばブレンダーのやることは終わりなのだ。これでやっとブレンダーも終わり。すまん、長すぎるからもう帰りたいのだが。そういうな、あとちょっとで終わるから最後まで見届けるのだ。ブレンダーからアンリアルエンジンへ、最後のお仕事。ついに最後の工程ということで、私ズンダモンも興奮してまいりました。いいからさっさとやれ。はい。正真正銘のラスト、ブレンダーからアンリアルエンジンへの連携なのだ。具体的にはどうやるんだ。ここにはウプ主の苦労の歴史があるのだが、一番最短の方法だけ説明すると、 UDP 通信を使ってアンリアルエンジンと通信するのだ。また新しい単語出た。 UDP 通信に関しては Google 先生に聞けば文献がいろいろと出るので、興味がある人は見てみるといいのだ。質問。ブレンダーとアンリアルエンジン、この2つは簡単に UDP 通信ができるのか。ブレンダーは Python からできるのだ。アンリアルエンジンも UDP 通信用のソースコードが用意されているのだ。両者ともそれらができる環境は用意されてるんだな。で、UDP 通信でやる内容だけど、ブレンダーで書き出した FBX のパスを送り、スタティックメッシュとしてインポートしているのだ。この機構は用意されてないので、自分で作る必要があるのだ。メッシュさえできれば、あとはどうとでもなるので、適材適所でミニマップの表示をしてしまえば完成なのだ。さっき言ってた苦労の歴史って何なの？少しだけ興味がある。おやおやそんなに聞きたいのですか、メタン。うぜ。実はアンリアルエンジンにはアンリアル Python という外部と連携するツールがあるのだ。じゃあ最初からそっちを使えばいいじゃん。使ったのだ。でもブレンダーのバージョンが上がったら連携できなくなったのだ。なんだって。この情報はきっちり調べたわけじゃないんだけど、どうにもブレンダーが持つ Python のバージョンとアンリアル Python のバージョンが違うとうまく連携できないみたい。だから UDP 通信に変えたのか。 Windows のプロセス間通信はそっちがよく使われるみたいだしね。なのでブレンダーのバージョンに依存しない UDP 通信にしてストレスをなくしたって寸法さ。なるほどな。ガテンが言った。ブレンダーが今急速に進化していることを考えると、その対応は強みになりそうだしな。でしょ。良い判断でしょ。褒めて褒めて。やっぱうざい。終わりに。だいたい話は終わったか。だいたい終わったのだ。楽にするためにやったことだが、こんなに大変だとはな。でもこれからマップの量産作業に入るけど、ミニマップの作成は絶対楽になったのだ。
事実、ゲームパビリオンでこのシステムがなかったら多分間に合ってなかったのだ。そうなのか。でもゲーム開発ってやっぱり大変で難しいというのはよくわかった。今回だけでこんなに覚えることややることがあるんだなって。ゲーム開発は大変だよね。面白いものを提供するためにはどうしても知識や手間が必要になってくるのだ。特に知識はいきなり手に入るものではないからコツコツと失敗と成功を重ねるしかないのだ。そう考えると気が遠くなる。でも楽しいのだ。ゲーム開発に向いている人は新しい技術にも挑戦し、小さなことをコツコツと積み重ねられることが楽しいと思える人だとズンダモンは思っているのだ。一番向いてなさそうなんだが。なんか言った？何も言ってない。長くなったが今回の動画はこれにて終わろうと思うのだ。あまりに技術的な話ばかりでなおかつはしょっているものもあって申し訳なかったのだ。これだけ複雑だと詳細を説明しても日が暮れそうだしな。ズンダモンだったら聞いて満足して終わりそうなのだ。それはありそう。では本当に終わるのだ。皆さんお疲れ様でしたなのだ。お疲れ様。次回も見てくれると嬉しい。それじゃあね。